皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。さて今日お話しするのは、私たちのすぐ身近にありながらその本当の姿はあまり知られていない一つの金属についてです。その名は青銅。そうですね、歴史の教科書なんかで見た遠い昔の遺物なんていうイメージありますよね。でもですね、実はこの青銅、数千年というとてつもなく長い時を超えて、今も私たちの暮らし、それも最先端の技術を静かに、そして力強く支え続けている現役バリバリの物質なんですね。今日はそんな古くて新しい金属、精度の奥深い世界を一緒にゆっくりと旅してみたいと思います。ではまず本題に入る前にちょっとだけ想像してみてほしいんですが、人類が自然界にただ存在する石や木をそのまま使うのではなくて、違うものを意図的に混ぜ合わせて全く新しい性質を持った素材を作り出した。言ってみれば人類にとって最初のハイテク素材ですよね。これ一体何だったと思いますか？はい、その答えが何を隠そう今日の主役である青銅なんです。で、ここがすごく大事なポイントなんですけど、青銅は偶然見つかったものじゃないっていうことなんですね。もともと柔らかい金属である銅に、これまた別の金属、錫を混ぜ合わせる。そうすることで元の銅とも錫とも全く違う、ものすごく硬くて強くて、しかも加工しやすい全く新しい金属が生まれるわけです。これって人類が初めて物質の性質をちゃんと理解して、こうすればもっと良くなるはずだって意図して作り出した偉大なる設計、つまりエンジニアリングの本当に記念すべき第一歩だったと言えるんじゃないでしょうか。じゃあ一体全体どうして柔らかい銅とこれまたそこまで硬くない錫を混ぜるとこんなに硬くて丈夫な青銅が生まれるんでしょうか。不思議ですよね。その秘密を解く鍵は実は私たちの目には見えないものすごく小さな原子の世界にあるんです。ちょっとそのミクロな世界を覗いてみることにしましょまず純粋な銅ですね。これは非常に柔らかいんです。だから叩いて薄く伸ばしたり形を変えたりするのは簡単なんですけど、例えば武器にしようとしてもちょっと力を加えたらぐにゃっと曲がっちゃう。実用的ではなかったんですね。ところがです、ここにほんの少し錫という金属を混ぜてあげる。たったそれだけでまるで魔法みたいにカチッと硬くなって強さも劇的に上がるんです。これなら鋭い刃をずっと保つことができる、ちゃんとした武器として使えるものに生まれ変わるわけですね。この魔法みたいな現象、実はちゃんとした科学的な理由があるんです。ちょっと面白いので聞いてください。金属の中って原子がきれいにずらーっと並んでるんですね。銅の場合も銅の原子が規則正しく整列してるわけです。で、ここに銅の原子よりもちょっとだけサイズの大きい錫の原子を混ぜ込むとどうなるか。この錫原子がポツンポツンと銅の列の間に割り込む形になるんです。そうすると外からぐっと力がかかって原子の列がずれようとしても、このちょっと大きい錫原子が泳い通れないよって感じで邪魔をする。いわば原子レベルで交通渋滞が起きるわけです。このおかげで金属全体が変形しにくくなる。これが青銅が硬くなる秘密なんですね。この現象を専門的には雇用強化って言います。面白い原理ですよね。しかも青銅には後から出てくる鉄にはないもう一つすごく優れた点があるんです。それは何かというと錆び方なんですね。鉄って放っておくと赤錆が出ますよね。あれって表面からボロボロになってどんどん中まで腐食が進んでいっちゃう厄介な錆なんです。でも青銅にできる錆、あの独特の美しい緑色、緑青って言いますけど、これは全然違うんです。実はあれ、錆は錆でもものすごく緻密で安定した膜になっていて、いわば天然のコーティング剤みたいに内部の金属を空気や水からがっちり守ってくれるんです。だから何千年も前の青銅器が今でもちゃんと形を保って残っている、この緑青のおかげなんですね。さて、ここまで青銅がどうしてあんなに強いのかっていうちょっと科学的なお話をしてきました。じゃあこの人類最初の言ってみれば大発明品である合金が歴史の中で僕たちの社会をどう変えていったのか。ここからはその壮大な物語をちょっと時間を遡って見ていくことにしましょうか。実はですね、僕たちが今青銅と呼んでる錫を使った青銅、これが出てくる前段階にいわば試作品、プロトタイプみたいなものが存在したんです。それがヒ素青銅。名前の通り銅とヒ素を混ぜたものですね。
銅の鉱石の中にたまたまヒ素が混じっているものがあって、それを使ったら偶然すごく硬い金属ができたというわけです。ただこのヒ素精度、確かに硬くはなるんですけど、とんでもなく大きな、そして危険な問題があったんです。ヒ素ってご存知の通り猛毒ですよね。ヒ素が含まれた鉱石を熱すると当然有毒なガスが出るわけです。当時の職人たちはそれを吸い込みながら作業をしていた。だから神経をやられてしまって深刻な健康被害に苦しむ人が後絶たなかったと言われています。ここで一つすごく興味深い説があるんですけど、ギリシャ神話に火事の祭魔様でヘパイストスっていう神がいますよね。彼はすごく腕のいい職人なんですけど、足が不自由だったとされています。これってもしかしたらこのヒ素中毒で体を壊しながらも必死に素晴らしい道具を作り続けた名もなき古代の職人たちの姿、その記憶が神話になったんじゃないかって言われているんですね。なんだか胸に迫るものがありますよね。だからこそこの危険なヒ素セイドンに代わってもっと安全で品質も安定する鈴セイドンが発明されたことは本当に画期的なことだったんです。ここから本格的なセイドン機時代が始まるわけですね。ただこの鈴の登場でまた新しい問題が出てきたんです。主原料の銅は世界のあちこちで取れたんですよ。問題はもう一方の材料、鈴です。これがびっくりするくらい取れる場所が限られていたんですね。例えば今のアフガニスタンとか、あとはずっと西に行ったイギリスのコーンウォール地方とか、本当にごく一部の地域だけだったんです。そうなるとどうなるか、鈴はものすごく貴重な資源になりますよね。まさに今の時代の石油みたいなものです。この鈴をどこから手に入れるか、その貿易ルートを誰が握るか、それが国の力を左右するほどの超重要な戦略物資になっていったんです。聖堂を作りたいという需要が結果的に人類最初のグローバルなサプライチェーンを作り出したと言えるかもしれませんね。で、この貴重な聖堂をどう使ったかというのも文明によって全然違っていて、これがまた面白いんですよ。まずメソポタミア。ここでは月とか鎌みたいな農具、あるいは剣や鎧といった武器、つまりすごく実用的な道具として使われました。国の生産力とか軍事力を上げるために聖堂を活用したわけですね。一方で古代の中国、殷とか周の時代ですけど、ここでは全然違います。彼らは技術のすべてを神様やご先祖様を祀るためのものすごく大きくて信じられないくらい複雑な模様が入った祭器を作ることに注ぎ込んだんです。これはもう権力の象徴ですね。じゃあ日本はどうだったかというと、これがまた独特で、日本には青銅と鉄がだいたい同じタイミングで伝わってきたんです。なので剣とか農具みたいな実用的なものはもっと丈夫な鉄で作ろうということになった。じゃあ青銅は何に使ったかというと、銅鐸とか銅剣みたいにお祭りとか儀式で使う特別な道具、シンボルとして使われたんですね。同じ青銅でも文明によって全然歩む道が違ったわけです。さて、そんな青銅の時代にもやがて終わりの時がやってきます。もっと安くて原料も世界中にたくさんある新しい金属、鉄の時代の到来です。特に鉄を熱して強くする鋼を作る技術が生まれると、もう硬さでは青銅は太刀打ちできなくなりました。誰もが思ったはずです。もう青銅の時代は終わりだなぁと。でも本当にそうだったんでしょうか。青銅の物語はここで終わってしまったんでしょうか。ここからがこの青銅という金属の本当に面白いところなんです。最強の金属という主役の座はもう鉄に譲ってしまった。なのになぜ青銅は消えなかったのか。それどころか現代までずっと私たちのそばで使われ続けている。それは一体なぜなのか。その答えは青銅が持っていた鉄にはない特別な才能、言うならば生き残りのための知恵にあったんです。青銅の生き残り戦略、ポイントは大きく3つあります。まず1つ目、これはさっきも少しお話ししましたけど、錆びにくいこと。特に海水に強いんです。鉄は海水の中だとあっという間に錆びでボロボロになりますけど、青銅は平気。だから船のプロペラとか港で使う部品とか水に関わる場所でじゃあ青銅を使おうってことになったんですね。これが1つ目。で、2つ目は鋳造しやすいこと。金属を溶かして型に流し込むことですけど、青銅は鉄よりも低い温度で溶けて、しかも溶けるとサラサラになる。だから複雑な形の隅々まできれいに流れ込んでくれるんです。
奈良の大仏様みたいなあんなに大きくて複雑なものを作れたのもこの性質のおかげなんですね。そして3つ目、これが実はめちゃくちゃ重要なんですけど、摩擦に強い、あるいは滑りやすいという性質です。鉄同士って擦れ合うと熱を持ってキーってなって最後にはくっついちゃう焼き付きっていうのを起こしやすいんです。でも青銅は鉄と擦れ合ってもすごく滑らかに動いてくれる。この性質のおかげで産業革命が始まっていろんな機械が生まれると、その回転する部分を支える軸受けベアリングっていう部品に青銅がなくてはならない存在になったんです。まさにニッチな分野で自分の才能を見つけたという感じですよね。さて、物語は古代から鉄の時代を駆け抜けて、いよいよ私たちが生きる現代にたどり着きます。はるか昔、メソポタミアで生まれたこの青銅の長い旅の終着点、それはどこかというと、実は今まさに皆さんが手にしているそのスマートフォン、あるいは目の前にあるパソコン、その中なんです。ここで青銅は静かに、でもものすごく重要な役割を果たしているんですね。私たちのこのデジタル社会を本当に土台の土台で支えているもの、それが臨青銅っていう特別な青銅なんです。どこに使われているかというと、例えばスマホの充電ケーブルを差し込むあのコネクタの部分、あるいはSIM カードが接触している小さな金の端子、パソコンのキーボードのカチカチっていうスイッチの中にもあります。ああいう部品って電気をしっかり通さないといけないし、しかも何千回何万回って抜き差したり押したりしても下手っちゃダメですよね。この電気をよく通すっていう性質と、曲げられても元に戻るバネみたいな性質、この2つをものすごく高いレベルで両立させているのがこの臨青銅なんです。まさに電子機器の中の見えない筋肉みたいな存在なんですね。もちろん活躍してるのは臨青銅だけじゃないんです。現代の青銅は何を混ぜるかによっていろんなスペシャリストに進化してるんですね。まるでいろんな服を着替えるみたいに。例えばアルミニウムを混ぜたアルミニウム青銅、これは鋼鉄に負けないくらい強くて、しかも海水にめっぽう強い。だから巨大な船のプロペラなんかに使われています。かと思えば錫の割合をすごく多くしたベル青銅っていうのもあります。これは名前の通り鐘に使われる青銅で、叩くとゴーンってすごく美しくて長い音が響く。オーケストラのシンバルとかお寺の鐘のあの澄み切った音匂いはこのベル青銅じゃなきゃ出せない音なんですね。そして最後に、この何千年も前からある金属が実はもう一つものすごく現代的な、これからの時代に欠かせない価値を持っているというお話をしたいと思います。それは何かというと、サステナビリティ、つまり持続可能性という視点です。銅とか青銅って実はすごい才能を持ってるんです。それは何度リサイクルしても品質がほとんど悪くならないっていうことなんですね。鉄とかアルミとか他の金属だとリサイクルを繰り返すとだんだん質が落ちていっちゃうことがあるんですけど、銅合金はほとんど新品と同じ品質で再生できるんです。だから今世の中にある青銅製品の多くは実は使い終わった製品から回収したスクラップを溶かしてもう一度作られたものなんですね。新しく山から鉱石を掘ってきて作るのに比べてリサイクルは使うエネルギーも全然少なくて済みます。これからの資源を大切にする循環型の社会にとって青銅はまさに超優等生な素材と言えるわけです。人類が初めて自分の頭で考えて設計したハイテク素材、青銅。強さを求めて生まれて、ある時は権力の象徴になって、鉄という強力なライバルが現れても自分の得意な分野を見つけて生き残り、そして今では私たちのデジタル社会の目に見えない新経路として活躍している。本当に古くて、そして最先端の素材ですよね。こうやって考えると、私たちの身の回りにはこの青銅みたいにずっと昔から受け継がれてきたものが形を変えて今も静かに私たちの未来を支えてくれている、そんなものが案外たくさん隠れているのかもしれないなぁなんて思ったりします。